どうも、ケイスケです。新しいカメラを買いまして、じゃじゃーん、シグマ BF 購入しました。でもね、すでに使ってるんですけども、今日、実はですね、栃木県の益子という町に来てまして、益子陶器市っていうのが開催されてるんですよ。で、そこで、使ってきました。もうすでに。なので、ちょっとね、その間の動画を撮りながら、これの使ってる様子とかも見せながら動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっとそんな余裕がなくて、戦争だったんですよ。でも、この魅力は伝えたいということで、今日はね、この益子で撮ってきたちょっと写真とかを、まず見てもらいたいと思います。ちょっとした Vlog とともに、早速、どうぞ。今日は春の益子陶器市へ。まだ今の時間、6時にもなってません。戦争やな、この時間。お箸置きを兼ねている。確かに。的なのさ。そうなの。はい、じゃあ僕がもらいます。はい、どうぞ。大きい。いただきます。リズちゃんの顔より大きいんじゃない？うん。こちらも13時。可愛いね。かわいい。それ欲しいです。ま。アイランドストーンコーヒーロースターズさんでコーヒーを買ってきました。そして珍しいアロマナティボっていう豆が、アロマナティボっていう、コロンビアの農園なのかな、なんか豆があって、そこの豆がすごく好きなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。なんかね、鼻から抜けるこうベリーの香りみたいなのが超強くて、締めにふさわしい一杯。めっちゃ嬉しい今。幸せ。幸せ。ケイスケの動画。はい。ってことで買ってしまいました。これ。で、知ってる人は知っているでしょう。美しすぎるカメラシグマ BF ですね。最高です。マジで。まあね、作例とか見ていただいたらわかるんですけども、今回の作例に関しては僕編集してないんですよ。もうそのまんまの色、そのまんまの色なのに、最高ですという感じです。で、ここまで作例も見ていただいたんで、ここからは買った理由とか、あとはね、このカメラ使ってみてどうだったか、実際ぶっちゃけどうみたいなところも含めてご紹介していきたいと思うんですけども、買った理由ですよね。まずなんでお前いっぱいカメラ持ってんのにこれ買ってんとね。正直このカメラね、発売されたの1年前なんですよ。で、だから今年じゃないの、去年の CP プラスあたりで発表されて発売されるって形だったんで、そこから1年以上待って購入することになりました。で、もう一番の特徴といえばこの見た目ですよね。美しさ。この美しさに惹かれるんであれば買えよと、1年前に買ったらええやないかと思うじゃないですか。だけど正直その時には惹かれなかったんですよ。なんでかっていうと、美しいだけのカメラだと思ったからです。もちろん美しいだけってめっちゃ大事なんですよ。カメラってもうスペックの話とか動画どこまで撮れる、写真がどこまで綺麗に撮れるとか、そういう話がされがちなんですけども、よくよくお部屋とか見てみるとさ、例えば後ろにねあるこのキャビネットとかよ、このキャビネット美しいだけで60万ぐらいしますからね
とかね、他になんか高いものあるか分かんないけど、デザイン系の家具って実用性よりもそのデザインとか見た目に価値がつくこと多いじゃないですか。でももちろんカメラもそうであっていいと思うんですよ。毎日持ち運ぶもんだし、服だってデザインのいいものは高いので、カメラだって見た目のいいものは高くたっていいと思う。だからデザインでそこそこ値段が張るっていうのは別に良かったんですよ。これ自体、40万しないぐらい、30万ちょいの価格なんで、若干ね一般のスペックと比較すると高いっていうカメラにはなると思うんですけども、それでも払う価値はそこにはあるとは思うものの、どうしても1年前の僕はそのデザインだけではその値段が出せなかったという形になります。じゃあなんで今買ったか、このカメラがデザインだけじゃないっていうのが分かったからですよね。デザインだけじゃなくてその色の綺麗さとかちょうどいいところあるなーっていうのをすごく感じたんで今回購入しました。でそれを分からせてくれたのが、CP プラスなんですけども、CP プラスで僕その徳井さん、そうちょうどねさっきカフェでねちらっとお見かけしたんですけども、そのチュートリアルの徳井さんの講演と、あとは鳥羽ちゃんね、もう10年以上仲がいい友達の鳥羽ログの、講演を聞いて、シグマ BF ってめっちゃいいかもって思ったんですよ。それは2人の語り口がうまかったのもあるし、あとはやっぱ作例ですよね。一個一個撮った写真がすごく綺麗だったんですよ。でそれが本当に中身の色がめっちゃ綺麗で、なんか編集しなくてもこの色出るのもうすごくいいなと思ったのが大きな理由ですね。であと強いて言えばタイミングもあって、僕今もう少しやっぱ写真を頑張りたいんですよ。でやっぱ動画も写真も普段やってるんですけども、動画で使う脳みそと写真で使う脳みそも本当に全然違うんですよね。で旅行に行く時って絶対 Vlog 撮ってるじゃないですか。これ仕事にしてるんだもん。だから動画撮らなきゃいけないんですけども、動画を撮るってなると写真がおろそかになるんですよ。でそれがやっぱなんか気持ち悪くて、そういうのもあるんで、せめて最近は写真と動画のカメラは変えてるんですよね。どっちもね持ち歩くようにしてます。動画の方はソニーのカメラ使ったりとかで、写真の方はフィルムカメラ使ったりとかいろいろしてたんですけども、最近またデジタルの写真用のカメラもっと欲しいなと思っていて、でなおかつ 50mm ぐらいの単焦点でマニュアルフォーカスが使えればよかったんですよ。でそう考えると、あれ待てよ、ありやんというふうに思ってたところで、その CP プラスっていうでっかいイベントでお二人の講演聞いて、いやこりゃいいわと思って購入させていただきました。それが大きな理由なんですけども、正直今のね話を聞いてって思った人も多分いると思うんですよ。マニュアルフォーカスが使えるカメラで写真に集中できればいい、いやどのカメラでもええやんとね思うじゃないですか。正直今ね僕が持ってる、ライカ Q2 とか、あれもう大好きなカメラなんですけども、そのカメラでもええやんとか思うじゃないですか。思うんですけども、なんでこのカメラにしたかっていうと、僕 4,50mm ぐらいのレンズ使いたいんですよ。4,50mm ぐらいのもうオールドレンズ、マニュアルフォーカスのレンズしか使わないよっていう風にちょっと心に今決めてるんですよね。そういう期間なんですけども、でなおかつなるべく気軽に持ち運びたい。だからなんかザ一眼レフみたいな形のカメラじゃなくて、こういう比較的コンパクトというか、持ち運びやすいカメラがいいなと思ったんですよね。でそんな中でやっぱ候補に上がりやすいのがマニュアルフォーカスでいうとライカとかですよね。ライカでええやんと思うじゃないですか。じゃあライカとこのシグマ BF で何が違うのっていうと、1個は大きな値段で、ライカだったらライカのレンズも使いたくなるから結局150万ぐらいすると。130から150万ぐらい多分すると思うんですけども、それに対してシグマ BF だったら30数万30、これ買ったの35万ぐらいだったかな。35万ぐらいで買って、このレンズもともと持ったから、このレンズがめちゃくちゃいいんだけど、このノクトンクラシックのレンズ、これ3、4万で僕買ったんですけども、このレンズとの組み合わせでめちゃくちゃいい色出て超満足ですね。なんか改めて今回ねこのレンズがすごいなっていう風に思っちゃいました。この 4,5 万とかでこのツヤ感出るんだみたいな感じなのがやっぱ結構感動してますね今と。ここまでつらつら理由を重ねてきたんですけども、全部言い訳です。はい、言い訳ですよ。もうね言い訳なんてしまくるもんだと思ってて、カメラなんてどんだけ自分に言い訳して買うからと思うのよ。で買ったその先に楽しさが待ってるんだから、いやいやこれがさなんかさ色いいからでテンション上がるじゃん。別に他のカメラでもできんだよ。他のカメラでも同じことできるかもしんないんだけど、その言い訳があるから僕ら頑張れるんですよね。僕とかは自分のテンションを上げられるということで、すごくテンションも上がってるし、なんかいいきっかけをもらって、でなんかいい写真も撮れてるような気がします。すごくざっくりだけど。ケイスケの動画。はい、ということでここまで買った理由をお話ししてきまして、ここからはこのカメラ自体の話ですよね。実際にどうなんか聞きてよと。あんま持ってる人多くないじゃんね。
このシグマ BF 自体をそんなに持ってちゃんと語ってる人、あんまり多くないと思いますので、ちょっとしっかり語っていきたいと思うんですけども、最初にも言った通りこれかなりいいです。何がいいかでいうと、まずねこのモニターの画面がめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃ綺麗。ここが綺麗だと何がいいかの話なんですけども、僕さっきみたいにマニュアルフォーカスオンリーで使いたいって話をしたんですよ。でこのマニュアルフォーカスオンリーで使いたい理由としては、オートフォーカスだとどうしてもフォーカスの点が出ちゃうんですよね。でそれに構造を引っ張られる感じが僕はしてて、そうじゃなく完全にフラットにグリッド線とかもなしに写真を撮りたいんですよ。自由に写真を撮りたいなと思ってるからこの状態で撮りたくて、でただそうするとこのモニターの画面が汚いとマニュアルフォーカスでピント全然合わないじゃないですか。だけどこのモニターなら合わせられます。もちろんずれる時あるよ。もちろんずれる時あるけど、だいぶ合わせやすい。もちろんねダブルタップすれば拡大もできるんだけど、ほぼ拡大することなく写真撮ってて、今までの写真であんまりずれてるの多くないです。そんぐらいこのねモニターの画質がいい。これはねすごくいいところでした。まず一つで、他にも普通に画質が綺麗とかいいところいっぱいあるんですけども、色がやっぱ特に綺麗だなと思っていて、色ね今 FOV クラシックイエローっていう色を使ってるんですけども、これがね僕好きです。これ多分ね CP プラスでとばちゃんも言ってた色味だと思うんですけども、この色がねすごく良くて、今ね撮って出してる写真も全部この FOV クラシックイエローです。他にもティール&レンジとか、あとリッチとか、サンセットレッドとか結構いい感じの色は確かにあるんですけども、個人的にやっぱ使いやすいのは FOV クラシックイエローで、パウダーブルーとかは本当にここ合うなっていうタイミングは全然あります。で他ねやっぱいいところで言うとフィーリングですよね。これねここら辺全部感圧タッチなんですよ。実際には押せてないんだけど押してる感覚になるやつ、要は振動のフィードバックが来て押してるような感覚になるやつのことなんですけども、だからこれリアルなボタンじゃなくて、押すとそれに対して振動がフィードバックされるだけなんですよね。それがねなんかすごく新感覚で気持ちいいし、あとね僕が感動したのはやっぱここね、この再生ボタン、これね軽く押すとクイックプレビューができて、で離すとそのまま撮影に戻るんですよ、こうやって。でこれ押し込むとプレビュー画面になってくる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 と、写真が動かせるという形になります。そんな感じかな。本当に最初デザインだけのカメラだと思ったんで、それが実際届いて使ってみると、モニターめっちゃいい、色めっちゃいい、そしてなんかこのフィーリング楽しいかもみたいな感じになる。これがすごく良かったです。ケイスケの動画とはいえですね、使い勝手の部分はやや癖があります。難点みたいなところを上げていくとキリがないんですけども、大きくあるところで言うと、やっぱ1個は手ブレ補正がついてないところね。手ブレ補正ついてないんでスナップで撮ろうとするとやっぱブレを感じます。そのブレも含めて、僕はそのマニュアルフォーカス使ってるのもその前後にピントが揺れてしまうっていうのも含めてなんか表現の幅だと思ってるので、なんかオートフォーカスだとオートでそこの分合わせちゃうから人間の表現の幅が狭まってると僕は思ってるんですよ。なのでなんかブレとかボケっていうのを自分で操れるっていう点、もちろんこれよく言ってるよ。なんかこう普通のカメラ進める基準としてはもちろん手ブレ補正が入った方がいいし、オートフォーカスも優秀な方がいいんですけども、今の僕にとってはそれを表現として取り入れたいっていうフェーズだからちょうどいいなっていうふうに思っています。でそう使い勝手の話に戻るんですけども、手ブレ補正がないことと、あとはやっぱねダイヤルはすごく少ないので直感的ではないなっていうふうに感じます。っていうのもダイヤルね本体にここしかないんですよ、ここだけ。なのでパラメーターが常にいじれるのが1個だけなんですよ。なんかねこうメニューの場合はこの右ボタン左ボタンっていうのをバーって押して、例えば ISO をいじりたい時にはこの ISO の位置はこうやっていじるとか、シャッタースピードの時もシャッタースピードに合わせてからいじるとかいう風な形にするんで、結構こうメニューを探っていかないといけないんですよ。でそうすると一個一個写真撮るのに明るさ合わせるのすごく大変じゃないですか。オートで撮るならまだしも、僕マニュアルで撮りたいんで。なので最近のやり方としてはもう僕は ISO は400固定です。でこれはなんで固定してるかっていうと、フィルムカメラみたいに使いたくて、フィルムカメラって1回フィルムを入れると取り外せないじゃないですか、取り切るまで。だから今は ISO400 に固定していて、で常にここの窓のところシャッタースピードにしていて、シャッタースピードだけをいじってます。で F 値はここでレンズ側でいじれるから、F 値とシャッタースピードがいじれれば明るさが自由に変えられますよねっていう状態を作って、でこれで常に撮影しています。あとなんか使ってて、若干気になるみたいなところで言うと、これねまず前提としてこのシグマ FE 削りすぎてストラップの穴ここしかないんですよ。でこの右上しかないので基本ハンドストラップしかつけられないんですよね。でもハンドストラップだけにするにしては重たい。
結構本体は重量感あります。だから僕はね下のこのプレートの部分、これ個人の方のやつでちょっと URL 貼っとくんですけども、その個人のやつを買って、でそこにもう1個ストラップの穴ついてるんで、こうやって肩掛けにしてます。ここにはね PGY テックのリリースキットを使ってイルビゾンテのカメラストラップにしてるんですけども、でただ肩掛けしてると若干ねこれやっぱ重たいんで腰に当たった時にちょっと痛いんですよ。で今紐を短くして調整してるんでだいぶ和らいだんですけども、やっぱ体に当たる時に若干痛いんで紐は短めに保っといた方がいいかなっていう感じですね。長めにしてると結構ね腰に当たって僕は痛かったです。はい、そのぐらいかな。ケイスケの動画、はい、買いましたよっていう報告を言い訳とともにつらつらと話させていただきました。でこのカメラ自体は何でもできる子ではないです。例えば動画も写真も撮れるっていうカメラではもちろんないで、一応どっちも撮れるのよ。動画も写真も撮れはするんだけど、動画の質的には結構いまいちっちゃいまいちっていうのも三脚につけて撮るんならまだいいのよ。三脚につけて撮るんならまだいいけど、カメラ動かしたりすると手ブレ補正もほぼないから、はい、ちょっといまいちですねというポイントはあるんですけども、見た目が良くてここまで写真が撮れればいいなって思っちゃいました。これは洗脳されてるね。もうこれはね完全に僕がやられちゃってるだけです。やられちゃってるだけだけど、結果論としてこれを買ったことによって自分のテンションが上がって、でなおかつ自分の作品に反映されればそれがいいんじゃないですか。世の中どんなカメラ使ったっていいのよ。それで自分が楽しく思い出を残せるのが一番なんだから。そういった意味ですごく僕には今フィットしてて、すごく買ってよかったなと思ったカメラです。今日はね結構ざっくり買ったよって話をしちゃったんで、もうしっかりレビューとかではないんですけども、もっとこういうとこ聞きたいとかしっかりレビュー聞きたいですとかあれば、ぜひねコメントでいただければまたねそのレビュー動画とかも考えようと思いますので、ぜひコメントの方くれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこれにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。